今回ですね、もうミニマリストと自分が名乗れるぐらい物を手放そうっていうのを目標にして断捨離していったんですね。というのもなんか中途半端に今使っていないものだけを手放そうとか、ちょっと整理をしようぐらいでやるとそんなに生活に大きな変化が現れないだろうなって思ったんですよ。厳しめな目線で物と向き合っていろんなものを手放していく中で、こういうミニマリストになりたいなっていう自分のなりたい姿みたいなものが見えてきたので、今日はそのお話をしていきたいと思います。だいたいミニマリストって調べると、物を減らして必要最低限のもので暮らすライフスタイルのことですみたいな感じで出てくるんですね。で、この必要最低限のものっていうのが人間にとってなのか個人にとってなのかっていうところで大きく変わってくるなと思うんですけど、だいたい一般的なイメージとか私自身もイメージしてきたミニマリストの姿って人間にとって必要最低限のものと暮らしているみたいなイメージが強かったんですよね。なので個性っていうものをそんなに感じるイメージがなかったんですけど、なんか私が目指したい姿というのは、個人にとっての必要最低限、自分にとっての必要なものが分かっている人になるっていうのがすごく素敵だなと思ったんですよ。自分にとっての必要なものが分かっているっていうことはイコール自分を深く知っている人だと思うんですね。で、私自身自分を知ることがすごく大事だと思ってきたタイプで、この YouTube も自分を知るためにやっていた部分も大きくあるんですね。で、なんで自分を知ることが大事と思っているかというと、人生ってどんな人とどんなものとどんなことをするのかが全てだと思うんですけど、その物選びや人選びが人生の肝ですよね。そうなった時に自分自身に必要な人や物ってどんなものだろうっていうことを知っている人じゃないと、そういう選択、自分にとって必要なものや人の選択が難しくなってくるし、できないんじゃないかなと思っていて、でその人や物の選択が自分にとって最適なものを選べるようになると、人生自体が豊かになるし、人に動かされている人生じゃなくて自分自身の人生を生きることができるなって思っている。だからこそ自分を知ることがもう人生の全てだし、すごい大事だと思ってるんですよ。で、自分を知る方法って別に断捨離をしなくてもミニマリストにならなくてもできることではあるんですけど、ミニマリストになるとその自分を知った上でさらに自分自身に必要な人や必要なものに避ける時間が増えるっていうことがすごくいいことだなと思っていて、今まででも私は自分を知ることが大事っていうのは自分の中で思っていたし、自分を知ること自体がすごく楽しいタイプなので、常に自分ってどんな人間だろう、自分自身ってどんな人生を歩みたいだろうってずっと考えてきた人だったんですけど、今回その物を手放す作業をする中でも自分を知ることがはかどった上で、この手放した後にすごい時間が生まれるようになって、じゃあこの見えてきた自分の姿で何をやりたいかなとか、どんなことに時間を使いたいかなっていう、今まで不必要なものや人に対して割いてた時間が全くなくなった感覚があるんですよね。なんかミニマリストってその選択肢が少なくなるから時間が増えるのは当たり前なんですけど、なんかその時間を使って何をするかっていうのがすごい結局大事なところだし、
何もすることがないなら時間ができる必要はないんですよね。何に時間を割くかに必要なのは自分を知ることですよね。自分を知って自分がやりたいことがあって、そのための時間を適切に確保できるためにミニマリストっていうのがすごくいいことなのであって、なんかミニマルに暮らすことがいいとか、時間ができることがいいとか、なんかそれはあくまでも手段というか目的ではないなって思っていて、結局は自己実現というか、自分自身がやりたいこと、進んでいきたい人生に向かっていくための方法でしかないんですけど、ミニマリストっていうものも私にとっては、だけどミニマリストになろうと思うことで見えてくるものがすごくたくさんあるなっていうふうに感じましたっていうお話です。結局私が思い描くミニマリストになるためには、いろんなものやいろんな人に触れてみないとわからないっていうところもあると思っていて、私はこれだけが必要だからっていうふうに決めてしまって、それ以外のものに触れないっていうような考え方を私はしたくなくて、これだけで必要なのは分かっているし、こういうことが好きっていう満たされる気持ちもあるけれども、もしかしたらこういう選択肢もあるかもしれないし、こういうアイテムが一つ足されるとより豊かになるかもしれないっていう可能性部分はちゃんと残しておきたいなと思ってるので、物との出会いとか人との出会いとかを狭めるようなことはしたくないなと思ってます。それを知った上で私がどう選ぶか、そこの部分を選ぶときにはかなり厳しい目で向き合いたいなとは思ってるんですけど、お買い物行ったりとかした時にもうどうせ物増えてもなっていう、こういうマイナスな気持ちで物と向き合うことは人生が豊かになってるのかどうかっていうのがちょっとわからないので、それぞれのものを作った人たちの思いだったりとか、ものにはいろいろな思いがあって、そのものとの出会いっていうのはすごく素敵なことだと思ってるので、引き続きいろんなその美しいものとの出会いも楽しみながらも、どんな関係性が私と築けるかなっていうところを工夫して試行錯誤して、それでもやっぱりいい関係性が築けないなとか、もちろん物の量が多ければいい関係性は築けないし、私自身結構人間関係でも深く狭くなタイプなので、そんなに器用なタイプじゃないんですよね。なので物量が増えれば増えるほど関係性は薄くなるなと思っていて、そこら辺を、自分を知ることにもつなげながら、よりよく自分自身の人生を豊かに、自分を知り、どんなことに自分の人生の時間を使いたいかを考えながら生きていく、これが私自身が思い描くミニマリストの姿だなと思ってます。なのでミニマリストを目指すんですけど、一般的な私が今まで思い描いてきたミニマリストというよりは、自分の必要最低限のものが自分自身で分かっている人イコールミニマリスト、ここを目指していきたいなと思っています。ということで今日はただただ語り動画になってしまったんですが、今後はミニマリスト目指して、もうミニマリストを目指している時点でミニマリストと言っていいのかもしれないんですけど、ミニマリストとして物と向き合う、自分と向き合う、人と向き合うことを大切に活動していけたらなと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。